もフィッシャーズシルです。どうもザコマサイ。今日の動画はですね、じゃい結成して十何年も経つのに、今更かいみたいな感じのネタではあるんだけど、はいはいはい、まあネタというか埋もれ人みたいなもんで、その人を発掘じゃないけどもっと開拓してこうよみたいな。ちょっと俺の横に座ってる人、ヒゲ。ヒゲじゃねえザコだ。ヒゲじゃねえザカオだ。今日ザカオくんに関しての、動画になります。ザカさん動画。タイトルでこんな感じになってると思うんだけど、お前なんなんみたいな。この人、うちの多分メンバー自体が結構そうなのかもしんないんだけど、やっぱ YouTube やるにおいて何かこう発信をしていかなきゃいけないわけじゃないですか。動画を発信するだったり、自分ってこういう人ですよっていうのをアピールしてったりっていうのが大事なわけじゃないですか。この人ね、本当に自分のこと話さないのよ。確かにそんな話さないから、話さないと思うよ。この間ぎっくり腰になったんでしょ。そうそうそれもネットで知ったから。そうなのよ。そうちょっとそれに関してとかを今日話してみようと。ここ最近知った情報が結構えげつないもの何個もあんのに、なんかね喋らないのよ。そうね。意味がわからんから、やっぱアピールだったりインフルエンサーとしてザカオくんこういう人間なのになんで喋らないのもったいないよねみたいな、ちょっと軽くお叱りも兼ねてお叱りも兼ねて、確かに金ピカの玉なわけじゃん、丸い。そうぎっくり腰だってね、まあまあバズってたわけじゃん。あれをね、こっちにぶつけず。そうぎっくり腰になりましたってめっちゃ面白いもん。今日はザカオがあまりにも自分のことを話さなすぎて、ザカオってどんな人ってなった時にダンスの人だけじゃん。それだけだ正直、なんかすごくいろんなものが苦手、いろんななんかそういうキャラクターはあると思うけど、そういうのを自分の口から逆に言うことによって分かるじゃないですか、皆さんが。俺とかさ、んだほマサイは、もうちょっとこう YouTube 上においても、こういうキャラっていうのは多分分かってきてると思うのよ、自分でもやっぱこう発信とかしてるわけじゃん。俺だったらスポーツできますよとかさ、MC 担当やったりとかするし、フィッシャーズのリーダーである。な方でやったらボケだったり、こういう100キロあるというね、もう体からもアピールしてますよ。マサイに関しては何喋ってもアホっていう。それはすごいなんか自分にとってはあれかもしれないけど、でも世間的にそれがいいな。アピール、それはアピールですから。アピールですよね。最初はさ、マサイもさ、自分がそれちょっと嫌だった時もあったじゃん。あったよね。だって俺にとっちゃそれがコンプレックスだったよ。弱点って思ってたけど、動画になると光るわけじゃないですか。自分で発信してってアホとかバカって出してっていいんだなってなってから、ものすごいそれで反響を受けてるわけじゃないですか。まあそうだね。だからアピールが足んないんですよ、なるほどザカオくんは。でしかもいろんなものを持ってるのに、もったいないもったいない。懐にいろんな刀あるのにちらつかせもしないじゃん。それは正直に言うと思ってたよ。こんなもう SNS っていうさ、もうツールが死ぬほどあるのに、一滴どこかにポツン。確かに顕微鏡の上に落とすみたいな。その顕微鏡で見た内容むちゃむちゃ濃いのに、むっちゃ濃いんだけど、なんでそこに一滴にしか見れないんだよね、周りからすると。これでも視聴者も勘違いしてほしくないの。これは俺たちがザカオが大好きだからこれを言ってる。そうだよ、そうだよ。だから顕微鏡で覗こうと思わないとザカオはやっぱり分からないのよ。ここまで行かないとザカオという人間が分かんない。インターネットでどっちかっていうとさ、ここに何人こうしてもらうかっていうのがやっぱさ、インターネットの強みじゃないけど、顕微鏡を覗くまでにまだ至ってない人もいると。もっと知っていけばもっと面白いのに、みんなちょっと顕微鏡を覗いてくださいよっていう動画。ちょっと今日はザカオを深掘るというか、ていうかもうお叱りよ。叱るんだ。ちょっとお前いろんな話あるから聞かせろや、そういう動画です。十何年も一緒にいると、日常会話あるんだけど、キンキンの話というか、やっぱ YouTube の話になったりとかになっちゃうんだよね。そうはないけど、そう全然それで楽しいからいいんだけど、寂しい部分もやっぱあるわけよ。そういうところを知っていかないと、僕はリーダーとしてこういう人ですよっていうのも言いづらいから。まあね、そうだし、本人ももっとさ、自分からもう俺が言うんじゃなくて自分から言っていかないといけないから、ネットは。そうね、大事だよ。だからもうお叱り動画です。お叱り動画。お叱りです。お叱りなんです。もったいねえぞと。はい、もったいないぞと。今話した通り仕事っぽく話しちゃうみたいな、やっぱ YouTube の話ばっかしちゃうんで、そうだね。それはこれからもするんだけど、ラフに話したいと。あっちにね、マサイくんが結構頑張って作った謎の飲み場みたいなことそうね、飲み場になっちゃったね。リビング兼酒場みたいな、そこ使って話そうかな。お、いいですよ。いつも定点みたいな感じで置いてるんだけど、定点とラフに回せるような昔っぽく土手で回してた感覚で、そうカメラ回せればなと思ってるんで、単純に「なお前」っていうお前なんなんってやつだな。もう話せる準備あるの？なんだろうね。何話したくないとかはあるの？逆に
特にそんな話したくないっていうものはあんまないとは思うんだけど、多分ザカオの中のこれ話した方がいいのと多分俺らがこれ話せばいいじゃんちょっとズレがある。ズレあるだろうな。そうだと思う。そんなことも話さないでいいかとかそうありそうだよね。多分ねそれは大いにあると思う。これはこういう人しかわからないから別に話さんでいいわって思ってるのが、いやいやめっちゃおもろい話やんっていう可能性もあるじゃん。それは多分ねめっちゃある気するんだよね。めっちゃあるの。今までの経験的に今現状というよりは、俺の中では別に嬉しかったことだけど別にそんな共有しなくてもいいんじゃないみたいなもしかしたらあったのかもしんないっていう。あそれを言ってんだって。確かにだ。そうだな。そうお前なんだこいつ。縁側で茶飲んでんのかお前。茶飲み行くぞみんな。茶飲み行くぞあっちに。いろいろ聞くからな今あいいよ。日。見え方によってはもしかしたら詰めてるように見えるかもしれないけど、お前を知らなきゃっていう動画なんだよ。なるほどね。ちょっと今日結構いろいろ聞くから。じゃあ行くかあっちね。あいいよ行こう行きましょう。行こさあちょっと来ました。もうラフでいいんでしょこっちも。もうマジでラフでいい。何の食べ物が好きか知ってるかグー。なんだろうそれ。嫌いなものはいっぱいあるけど案外好きなもの知らないんじゃないかクイズ。中本は禁止です。第一あんの？おるおる。俺ら多分さすがに3人本来全員一致しなきゃいけない。これはただ多分一致しない。好きなもんでしょ。好きな食べ物。好きな食べ物でしょ。いやないんじゃない？それだって待ってちょっと待ってさ知らない？あいつの好きな食べ物聞いたことないもん。だって俺が確かにまあ君らにさっき言われてまあ発信してこなかった。君ら言ってたよね今。だし俺たちのこと君らって呼んでんのお前。野党みたいな。野党。じゃあ3人に言われて確かに発信不足だなだろうなってことは分かったけど、ああそうだ。それが普通にまあまあまあ確かにな。でも俺の好きなものをさすがに知ってんじゃない？正直ね。そのレベル？自信度 20% とかだよ。いや俺もそう。マジで？俺らのベースで言うとやっぱ嫌いなものは何かっていうベースで考えて。まあそうだね。そうそうそうそれにヒットしないように考える人が多くて、はい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 だから逆に知らない可能性がでかい。まあそう。プラスの感情はあんまり聞いてないんだよね。みんながもうマイナスの方を消去していくっていう。そうそう生活なんだよ。やってる人みたいになってる。じゃあやってみるせーので整いました？本当にってなるぐらい1個目が出てこない。嘘。大体さこれとこれとこれじゃん。さすがにね1個目が出てこないの。決まった。これはなんかよく頼む。飯でしょ。飯以外ねえから。お前さ飯以外ないやん。飯がない。好きな食べ物って話してるからレンガとか言うか。食べてそうじゃない。もうねえだろ。ザカオ的には俺たち3人に当ててほしい。やっぱりいや当ててほしいよ。これ揃わない？とりあえず言うか。せーの。ヨーグルト。あれドーナツ。オールドファッション好きみたいな。俺のファッションずっと言ってたから。俺はヨーグルトだな。ヨーグルト OL みたいな。俺は人参しりしり。沖縄は好きやん。確かに人参しりしり頼むやつはザカオしかいないもん。人参しりしりは多分ねザカオないよ。あったら頼むな。で何なの？一番好きな食べ物でしょ？寿司です。ざけんな。はい乾杯。仲良くしようって俺たち。お前のことをよく知らなかったみたいな。おいよ。寿司か。今日はザカオくんに関してがやっぱり分からない俺らは意外と俺の通り。こんなに長くいるのに。初歩レベルのだって分かんなかったもんね。なほとザカオは幼稚園から一緒で。確かに俺幼稚園が一緒だわ。そうで俺はその幼稚園の頃に一緒にこう遊んでた。そうだね。そう小中ずっと遊んでたわけじゃない。でこれだから自分で言うなんだけどこれは叱られるべきだね。いや叱られるべきぐらい俺発信してないね。そう本当に発信してない。そうお前の好きなものの情報今見た目だとエミネムぐらいの。しかもさまさかのさエミネムの方じゃなくてさエイトマイルとスリムシェイディの方や。エミネムとは書かれてないのよ。エイトマイルもエミネム知ってればわかるし、でスリムシェイディもエミネムを知ってたらまあわかるかなぐらいの。そこぐらいだからエミネムが好きっていう人。そのエミネムが誰なのか俺教わったことないし。エミネムが好き。エミネムはめっちゃどういう人でなんで好きなのかを知らない。あ確かにそれはそうか。そうだよ。じゃあだから俺もあんまりピンときてないからいつそうも同じニット帽だなって思ってなんか8って書いてある。そうなんで8なんだろうっていう。まあヒップホップとかさ、まあねストリート文化が好きっていうのは分かってたけど、そうでも意外とラッパーが好きってわけではなさそうなんだよ。ジャパニーズラップとかのそのラッパーが好きってわけでもない。まあ確かにね。フリースタイルダンジョンとか見ない。そういうのを見てるわけでもないと思う。確かに。けどエミネムはもう圧倒的に好き。俺の普段の私服、動画に出てない時の私服
あるのそれが。結構ガラッと違ってて、そうそうそれはちゃんとした理由があるんだけど、でその時のファッションは結構00世代、まあ、2000年世代、ヒップホップの服装が多い。その時のヒップホップシーンの服装ってかなり超ダボダボの、まあ、かなりいかつめというか、それがエミネムとかがその当時よく洋服を出してたんだよね。もともと好きなのはあるんだけど、その PV とかに出てくる服とかがめちゃくちゃ好きだから、私服はもうそっち系着てるんだけど、やっぱり動画でそっち出すと怖いのとああちょっといかつくなっちゃう。そう、うちらの色じゃないから、あとやっぱり俺らに何やるか分かんないから服急に汚れたりするじゃん。確かにそうね。まあしかも動くってなったらダボダボは確かに向いてる。そうそう、動きづらいね。だからまあある程度その私服との差はかなりあるかなっていう。そうなんだ。そうそのエミネムさんとはどこで会ったの？会ったことない、会ったことない、会ったことない、会ったことない。ちょっとエミネムお隣の井出さんみたいに言うな。お隣のエミネムさん。エミネムさんはねなかなか会えない。好きになったのは中学生。相当前だ。そう、2003とかで日本にねライブとか来てる。あ、そうだね。そうそう、その時とかに姉が好きで、姉の影響でその時から曲が好きで、その時ダンスがやってないから。あ、そっか。その時サッカー部だと思う。高校から本格的にダンスやり始めて、まあ、ヒップホップカルチャーがすごい好きになって、その時代の服装かっこいいなっていうところから。じゃあラッパーとしてもそうなんだけど、基本的にファッショニスタとして好きなんだ。そうだね。あ、そっちなんそういうだ。ことなんだ。これまた2だね。それこそダンサー界隈とかもそれで同じ趣味の人もいるわけじゃない。ザカオがちょっとコアな服着てて、あ、それってなる人は割といる。もうそれももうならない。ならないぐらいコアなやつだ。いやまあ世代も変わってるしね。そうか。だって今は多分大学生のダンサーにエミネムっていうと分からない人も出てきてるみたいな。マそうなんだ。ジジェネレーションギャップや。オルズ・ヤセルフとか知らない。マジで。エミネムといえば曲はなんかね、ちょっとショートとかで聞いたことあるかもみたいな人まあサビとか序盤のねところさ。そう曲名は知らないんですよ。へえ。でも信念持って好きなんでしょ。めっちゃ好き。じゃあエミネムから来てるんだ。完全服装というかルーツ的なもん。そうだね。今日もこれもシェイディだし、あ、本当だ。本当だ。今日全部そうだね。それは知らなかったわ。ブレイクダンスとエミネムはどっちが先？エミネムの方が先。あ、そうなんだ。ここ最近ちょっとこの人頭おかしいなと思ったのがさ、最近ブレイクダンスで世界レベルの何回に出ようとしてるでしょ。ああ、そうだね。そうなんだ。待って待って、それがおかしいんだよ。そうだねじゃないのよ。あれ何？ブレイクダンスのっていうわけではないんだけど、もうダンスのジャンル関係なく、いやもっとでかくやばいじゃん。そうそうそう、ダンス全体だから、んブレイクダンスのチームが入賞することがそもそも難しい大会、まあ、基本的にタッチダンサーのヒップホップとか他のジャンルの人たちがやっぱり、まあ、有利って言い方してもあるけど、が基本上行くから、まあ前例としてね。そう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 。でそのイベントに出てファイナリストに残ったかな。すごすぎる。何出てファイナリストの話してんのここだろ。初戦突破できたんだよ。お、すごいじゃん。区大会の決勝行って生きてたらなんかいやだからでも本来はその大会のすごいですすごいし、そそう日本の大会でしょだって。日本大会。だからさ、なんでそれ全国大会でファイナリストなの？そうだね。頭おかしい。なんでだよ。見に来てよ普通に。なんで呼んでよ。しかもさ、ザカオ予定ありって書いてあるじゃん。そう。書けよ。何の予定かわかんねえからさ。俺らね、なんか予定があるとカレンダーにそうそんなの書くんだよね。ザカオ予定ありってスケジュールに入ってたから飲み行ってんじゃないのっつったら、お前大会出てたんだ。世界大会。そういうの書けよ。したら俺らもさ、あ、じゃあ行ってらっしゃいとかさ、なんか SNS のなりにもさ、いろいろとさ、今ザカオが日本大会出てますよとかも言えるし、そうだよ。俺らとしてもザカオのことさ押し出せるのに、なお前予定ありじゃねえんだよ。何やそれ予定ありってバイトみたいな言い方してなんでさそういうの言わないの？何かあったりするの？あ、言わない理由みたいな。そうそうそう。確かに言わない理由は何なの？別に理由っていう理由はないきっしょけど、ないなら言えよ。それがきしょいだろそう一番。ないなら言えよ。そうないなら言えよ。例えばね、なんかそのブレイクダンスのやってることをフィッシャーズを通して言うのがちょっと気まずいみたいなことがあったりするんじゃないかなみたいな。まあ昔あったから。そうそう。昔はあったけど、今は別に特に。じゃあもっと出せよ。だってなんか闇営業してるわけじゃないでしょ。やめてくれ。なんかね、実はファイナリストに残ったらなんか1000万円ぐらいもらってもらったとかだったら確かにわーいってなるけど、確かにいや、そういうわけじゃないでしょ。確かに雑貨を予定ありでさ、お金持ちのパーティーでめっちゃ一発ギャグしてたの。めちゃくちゃ面白い。怖え。そんなんじゃないけど、
の厳密に言うと大会の規模感的なの日本で一番でかい大会お前の東京予選があって、その各地で予選東京予選あったんかよ。だからその予選も予定に初めて聞いた。各地で予選があって、その各地で勝ち抜いた上位何チームがファイナルでもう一回コンテスト競い合うみたいな感じで、東京予選で5位までが通過できるんだけど、5位に入ったから入ったんだ。ファイナリストになって最後の大会に出る出場権をゲットしたって感じかな。全国進出、フィッシャーズ以外で全国進出したと。すげえな。それなんか部門は何なの？オールジャンル。オールジャンルいろんなジャンルダンサーと戦うだわけだ。って他のファイナリストでブレイクダンス部門の人いないでしょ。いない。ブレイクダンス自体がその歴史的にも5チーム上がったか上がってないかぐらいなのね。あ、そうなんだ。何十年もやってるイベントだけど。何十年もやってイベントなの。ちゃんさ、そういうのさ、なんかさ、歴史ある大会なんだね。追加ででかいの。すごい球いきなり投げてくるじゃん。情報から話すと何十年も続いてる大会、ブレイクダンスはあんまり勝ち上がったことは今までない。なのにファイナリストにブレイクダンスになりましたっていう、そういう話をしてんだよね。あ、まあそうだね。話せよ話せよ。すげえじゃん。ザカオはブレイクダンスすごいのは分かるけど、多分さ、じゃあどの目線ですごいのって多分分かってないじゃん。確かにどれくらいすごいの？そう、それは俺らも多分そうかもしれないし、ちょっとね。どのくらいなんだろうが分かんないじゃん。それはもうだってアピールポイントじゃん、どう考えても。で、ダンスも講師してたんだっけ前。ああ、やつだね。あ、やつ。お前だからさ、ふんって流でも昔だからかよ。何年間やってたダンスの先生。2年ぐらいかねやってたの。そうよ。まあでもそれは言った方がいいよね。年やってたら言うべきです。そういうのはやっぱね、話した方がいいですよ。ここ最近それが急にさ、生放送かなんかの時に急に話し始めて、俺ら知らんかったんだよ、それおったまは。げ。なんでそういうの話さないっていうところからこの動画には繋がってるんですよ。ビビるわ、本当に。そう友達としてお叱り。ああ、確かに。言えよ確かにそう確か言えよにそりゃそうか。あとお前、今ぎっくり腰なの。昨日ぐらいにやってよくなってきたけど、いつ4日前ぐらいになった。それ知らんかったそんな。なんか動画で初めて知ったよね。ニュースみたいな感じになってて、ザカオがダンス中にぎっくり腰になった瞬間を SNS でアップみたいな。そうなんだ。だから俺、お前選考じゃなくてニュース選考。おかしいじゃん。おかしいね、おかしいね。でニュースで見て、ああお前ぎっくり腰か今、うわー回って痛そうって、今こいついつのなの昔のやつなの、今のなのか昔のなのか分かんないのよ。たまたまね、撮影ない日だったからそうなんかね、メンバーによって噛み合わないと1週間ぐらい合わない時あるからね。そうだね。だから別に大丈夫か、とりあえず家で安静にしとけばいいかみたいな。ただあまりにもぎっくり腰ってなる瞬間で捉えられない。あんまり取れないな。あれちょっと面白かったわ。ちょっと面白い。あだだだだだ。素材だって俺素材くれって言っちゃったもん。素材って呼んでやってるけどさ。あんな瞬間ねえだろ。中は多分あんだけバズったのが初かな。ああ、そうだね。ザカオのぎっくり腰になった瞬間を捉えた動画、なかなかないね。ザカオの動画でこれは面白いわ。やっぱ駅でブチギレるあ、おっさんね。おっさんを撮影した瞬間あれはおもろかった。結構ミラクルだったよ。ダンスを練習しようってなった時にね。だって中尾言い方悪いけど微妙な風の時は言うじゃん。まあ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 。確かにちょっと寝れば治るあるんだけど、なんかうんもしかしたら映したら悪いから今日休むねの風は言うでしょ。ああ、確かに。なぜぎっくりを言わない。でかいぞ。上だろはるかに。この辺に風この辺のもの。だから順序が変だな。面白い。まあまあ確かに変だよ。順序が変だ。面白い。先に言っとけば。すごいよ、本当に。飲み会で酔っ払った話も別にいいけど、日本代表になった話した方がいいぞ。まあまあ間違いない。酔っ払って財布どっかにやっちゃったみたいな話より日本代表の話聞きたい。いや、その話もおもろいからいいや。全然面白いから聞くよ。確かにザカウトどっちかというと失敗談の方が多いよね。そう、失敗なんだよ。それがなんかやっぱもったいないというか。確かにちょっとなんかあれだもんね、視聴者さんからしてもさ、ヘナチョコキャラみたいになってるじゃん。なってる。まあ確かにヘナチョコなところはヘナチョコなんだけど、ではあると思う。そのヘナチョコじゃないその一本槍の部分を結構隠すから。うんそう即興っぽいよね。あー本当は強いのに。そう思ってもらったら嬉しいけどね。緊張したんか早いよ。それこそだってザカオとさ話に他のクリエイターとなった時に、あ、ザカオにこんなに食いついてるんだけど、ザカオに関してこうやってすげえ興味持ってるなって俺クリエイター結構印象深い人がいて、うんコムドットなんだよね。そうなの。めっちゃダンスの話しなかった。一番初コラボああ、でもしてた。してたよね。であの時にコムドットだって気になってくれてるわけでしょ。ああ、そうだね。視聴者さんも絶対さ気になってくれてる人とか、ダンスのストリート界隈の人とか気になってる人気になってるやん。絶対聞きたい人いるだろうな。ハムドットもね、服装は結構00の服着てること多いから。ああ確かにね。近しいところがあるんだろうな。ダボっとね。うん着てる者同士はやっぱ分かんない。それはね、あるかもね。
酔ってんの？酔ってね飲まれたよそういう話もさしてかないと。そうだって結婚の話ほぼしてなくない？家だと、まあ、俺らはそれはもちろん見てないからあれだけど、そこまではね、あそうんまりやっぱね個人のところだから踏み込まないんでしたけど気にはなるやん。とはいえね、まあ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 結構こう男としてドンってなってるのか、奥さんが言ってきてそれをあーいって聞くっていうのがどっちなの？ A パターン B パターン。いや B パターンだね俺。うんあー、奥さんのいろんな意見とかを汲み取って改善してったりみたいな。絶対俺が悪いから何事でも、俺はすごい尊敬してるからいいね俺が行ってきた道も間違ってはなかったんだろうけど、なんかあっちの方がすごい高価な道を進んでるから後期じゃないか。高貴な道を後期もちょっと違うけど、なんだろうなんだ尊敬する人生を歩んできた。そうそう言われたことが多分間違ってないだろうって俺も思うから、うんだから別にああごめんなさいみたいな感じでそういうこと聞いてるって感じ。俺も若干似たとこあるから、それがさ、ただごめんなさいで終わっちゃうとさ、変な上下関係みたいなのができちゃうわけじゃん。それが確かに楽しめてるのか楽しめてないのかだと、ああ俺めっちゃ楽しめてるよ。それは相手よ。うんあ、じゃあいいね。うんそうだね。なんかずっと改善点だけ言ってる方は分かんないけど、もしかしたらそれがストレスになっちゃうかもしれないけど、まあまあお互いなそうだねんかボケツッコミみたいな感じで、いやちゃんと言っちゃってそれさみたいな。あでもそんな感じめっちゃねラフめっちゃラフに別にそんな敬語でトンとかじゃなくて、めちゃくちゃラフな感じでいつもこれこうした方がいいんだよねみたいな。よくあるあるなやつとかは皿洗いしたらめちゃくちゃ泡飛ばすのがムカつくとかさ。あなんかそれ言われんの？言われた。俺一回言われた。そうあでもあるよあるよそうだからすいませんっつってこうやってそうね。あでもそんな感じそんな感じそういう感じのが言われるみたいな。あれあるあるよね。あるあるだね。そういうさ意外と家庭の話とかもさ、まあそうだね。今俺らがさほっくり返してる状態だけどこんなのがあるよみたいなない。自分から来てくんないとあでも最近決まったことがあって家庭内ルールみたいな。家庭じゃなくて二人のダンスのやつなんだけどまたダンスさっき出せよ。あ、そうなの。今度B リーグってあるじゃんバスケット。あ、ビリーが。 B リーグのハーフタイムショー出るわ。そうなの？まあ俺のヘッドスピンマスターズってチームでファイナリストお前のチームヘッドスピンマスターズだったんかい。そうファイナリストになりましたってなったら結構出演依頼が結構来て、それでヘッドスピンマスターズで B リーグのハーフタイムショーをお願いできませんかっていう連絡来たから今度やってくる。それいつ？ 4月14すぐやん。1ヶ月ないかなぐらいで。嘘だろ。やってくる。やってくれます。 B リーグのハーフタイムショー出んの？急にお前ジャンボリミッキーとか踊ってなんかその SNS で回ってくるみたいな怖いな。ありそう。今流行ってる可愛い女性の方いるでしょ。あれの次ぐらいにお前こうやって出てきたらさおザコジャンボリミッキーやってるわみたいな後から知るパターンやめてくれよ。あるかもしんないじゃんこのままいったら。この動画やってなかったら多分出た後に俺ら知ることいやもうそうだよそうだよ。なんならもう知らないまま終わってるかもしれない。可能性ある全然、うん普段そういうのがあったんだと喋らないしさ。あとあれか生放送でちょろっと言ったけどダンスデイっていうビデオ審査のイベントうんがあるんだけど ZIP のなんか一部でやってるコーナおジップのコーナーですよそれは。一部とかじゃなくてジップのコーナー。ジップのコーナーーですよでやってるやつでテレビの収録で出れるやつがあって一次予選はもう突破してる突破したんだ。してるそれがまだ二次予選結果待ちだからこれ確かに通過したらみんなに言いたいなと思うけどね。あでもそういうの応募するタイプなんだね。逆に言うと。意外とそういうのやるんだな。これはさすがにテレビ出演決まったらみんなに言おうと思ってたけど、決まってないからな。まあこういうのやってんだぐらいでいいんじゃない？もしかしたらその可能性もあるかもでいいんじゃない？意外とさあんまり聞いたことのないところ今さセカンダリをさ編集してるんだよね。編集してる側とか演者側とかなんかいろいろ今 YouTube あるじゃないですか。演者側ですごい人はどの人とかさなんかよく言う話で言うと新世代の古くからやってるなんか4校みたいななんかいろいろと話あるじゃない。自分の中でセカンダリもやって演者もやっててこれちょっとすごいなこの人ちょっと自分のキャラと似てるからこういうのいいなって思う人って誰かいる？こんな感じの振る舞いができたらいいなって思える YouTuber っている？正直にこれはあんまりいないかも。あそこはね、うんうん正直に答えるけど、YouTuber はあんまりいない。この人みたいになりたいみたいな、その YouTuber の中にはいない。ああそういうことね。自分が別の感じで生まれてたらこういう人もいいなみたいな感じだけでああって転生したらこの人だったらまあみたいな面白そうだ生き方もいいなと思うけど別に今の生き方でこの人立ち位置いいなみたいなそんなにあんま考えたこともないかもしれない。逆におもろいなの方がこの人好きで見てるなみたいななりたいとかじゃなくて。
なんか YouTube もやってるけど YouTuber って感じで見てないけど、粗品さんとかは俺普通にそうパチンコ好きなんだネタが好きなんだよ。パチンコ好きなだけなんだそうそうネタがすごい好きだし、なんか俺喋り方好きなんだよ。まあそうだね。面白いじゃん。さすがに面白いよ。さすがにそれはそうなんだけどさ、この人直で会ってみていいな、この人のこんな感じみたいな思った人がいない。それ人がいいとかは多分いると思うんだけど、まあみんないい人だからね。そう、この人のここのスキルいいなとかない？ハチサックさんとかまあそうやな。俺らはさめちゃくちゃ見てた世代じゃん、テレビで。まあね、羽飛び世代っていう。そう見てたけど、俺らもコラボとかするようになってすごい優しくしてくれるじゃん。本来めちゃくちゃ大御所なはずというか、なんかもっと天狗になってていいはずというかぐらい功績残してる方だから、まあそうだね。でもなんかすごい気さくな感じでかっこいいな。スキル的にはそういう意味だったらこういう言い方したらちょっと視野狭いかもしれないけど、俺はそれはメンバーに思う。そっちなんだ。コラボしてる時のなんかほんわかする感じの気遣いの歌だったり、この人の心、そういうのとかはやっぱいいなって思う。結構じゃあ対人としての作品作りというか、対人でこういう立ち回りをしたいなみたいなのがあるんだ。編集のこの人のこの編集おもろいなとかさ、それは特にまだ今のところはこう自分のやれることをやっていく。そうだね、自分のとりあえず今やれることしっかりやるっていうのが俺の中での目標。なんか今年の初めぐらいに土手でさ話してさ、これはもう絶対メンバーだからザックバラに話そうよっていう話したと思うんだけど、セカンダリーをさやってさ、こいつもうちょいこれしたらありがたいなみたいなのないの？逆にね、あるよね。それね、まあ結構ある。あるんだ。それはちょっとさ、逆にこういう動画で超過していくのはいいんじゃない？確かに坂尾監督、リアルなグループ YouTuber じゃないけど、まあいわば今セカンダリの現場監督なわけだね。まあやるからね。だから全然坂尾が言う権利って言ったらいけないけど、そうだね。全然言ったっていい。そ俺のまあ自分の悪いところでもあってると思ってんだけど、あんま俺言いたくないじゃないけど、まあでもそれ言わないのも仲間のためそうだね。じゃない、ダメにならないよねとか、もうそういうのも分かるっちゃ分かるんだけど、誰しも別に人のね、なんか、まあ悪いところ、いやでもこう捉えたらいいとこかもしれないなって多分考えちゃう。それはね、俺はすげえ分かるわ。言いたくないっていうのはまあ分かる。言わなきゃいけないやん。でも俺はまあセカンダリーとかに関してはまあ今ダーマ頑張ってくれてるから、あのダーマが編集してますからね。ついに編集し始めて頑張ってくれるのももっとねペース上げてくれほしいっていうのは正直あるんだけど、俺も入ったばっかりの時に多分みんなから思われてたことになるかもしれないし、今思われてることだとは思うけど、それなりにやっぱ俺も一番下じゃなくなったからだからそういう意味ではその下がって言い方したらあれだけど、まあ順番的に後から必然的にそうなっちゃってるだけだけど、やんないと俺も上の仕事ができないというかところはあるし、中間地点にいると両方見なきゃいけないところはもちろんそこは乗り越えなきゃいけない俺の課題だから、別にそこはいいんだけど、どっちかに集中したいっていう気持ちは確かにねやっぱりあるし、まあだけどダーマを突き放してしまったらダーマかわいそうだなって。まあそれはそう頑張ってとは言うけど、その頑張ってを一言だけで言えなくて、俺も手伝うから頑張ってって言い方したくなっちゃうというか、まあ頑張ってるだろうしなみたいなのもあるかもしれない。本人なりに頑張ってんだろうなみたいなね。本来だったら多分じゃあよろしく頑張ってってある程度自分で言いたいとこはあるんだけど、ただなんか俺も言えないから、とりあえず頑張って俺も手空いた瞬間その手伝うからの一言を添えないと頑張ったって言えないみたいな。やっぱ言った責任があるから自分もどっかでフォローしてあげたいなっていうのがあるわけね。そうだね。まあなんか言う立場の人だね。周りを見てる人の立場のちょっとこう苦悩じゃないけど、怒りたいわけではないし、人に何かを言いたいわけではないんだけど、言わなきゃいけない立ち位置になるとそれ悩むよね。まさにさ、この前ちょっと電話した時にさ、電話したと思うよダーマとの時にこれ伝えてみたいな、そういうことね。あの時に多分伝えないと俺が多分言うことはなかったなというか。ダーマに関してとか、そうそう元木に関してとか、まあそれは他のメンバーもそうだけど、基本的にこう思ったなっていうのがあると集めて話したり、もうほんとついこの間ねやったりとかしてんだけど、こうした方がいいよみたいな。セカンダリ当番のやつもやっぱ俺も見てて、こうやってアプローチかけたいよねみたいな話とかをマサイに話したりとかした時にそういうパスをしてくれるから、なんか全体的に一応動いてる、ちゃんとね、セカンダリの話は。俺らが言うより一番セカンダリを身近でやってるっていうのがあるから、坂尾が言った方がまあ分かりやすいよねっていうのでパス出してる。それは本当間違いないなと思うけど、それを自分の中で分かってたけど言えないから言えるようにした方がいいなっていう自分もいる。むずいよな。マサイが後押ししてくれたからうまくまとめられたけど、スピード感とかね、グループで動いてるとね、どっかで止まっちゃう時とかもやっぱあるじゃん。まあ頑張ってくれてるのも分かるんだけど、やっぱりここまでの期日があるからとかっていうのはあるからね。俺らが決められるものじゃないじゃん、期日とかっていうのは。
そこはみんなで乗り切ろうよって話よ。いやリアルだね。まあリアルだねこの辺はね、まあ、ずっとリアルではあるけど、ちょうどあれだよね、メインがな編集終わって、ああそうだそうだ。さあメイン編集終わって俺がそれちょっと先リテイクして修正してからもう一回渡してみたいなことしてたんだけど、そういうのもやってるからでセカンダリもやってるからっていうね、いろいろ大変だから、まあその間だとなどっちも考えなきゃいけないじゃん、セカンダリ今どうなってるかなみたいな。まあもちろん俺らとかも考えてまあ、みんな考えてくれてる当然考えてけどるけど多分一番近くだよそうね。俺もやらなきゃいけないところではあるし、そうだな。またたまに言わなきゃいけないっていうのはちょっと確かにねいろいろ言葉選ぶところもあるよ。あいつ怒るからな。そうなんだよ。あいつ怒るからな。キャラでもあるけどガチでもある。キャラでもねあるからな。半々。多分ね俺結構個人で LINE すると結構素直だよ。あ個人の LINE は確かに素直。反抗期じゃない。私が聞いたらじゃないんだよ。まああるけど。あいつマジでそうだね。セカンダリの編集をしっかりと今やってでメインの編集をこれからやろうかなって思ってる段階。やっぱりどうしても俺企画は正直その得意じゃない。まあ俺はなんだろう伝えづらいところはあるけど、まあ、正直俺は多分フィッシャーズに、そのフィッシャーズが幼馴染の関係じゃなかったら多分俺は YouTube の仕事をしてなくて、まあでも仕事であることに変わらないことも分かってる。もちろんダホとかダホシルクマサイの企画力はすごいなって俺はめちゃくちゃ思う。ただなんか好きでやってる人、まあ別に俺も嫌いやってるわけではないんだよ、だけどあれだね、発信し始めた人たちってことだよそうね。船を引っ張る側じゃないけど YouTube でやりたいことは YouTube で消化するみたいな感覚は正直俺はあんまりまだ正直言ってなくて、YouTube でやりたいことやればいいじゃんってみんな言ってくれるのはすごいありがたいし嬉しいなとは思うけど、企画次第っていうのはもちろん理解はしてるけど、ただ俺がやりたいこと別にそんな YouTube でやれなくねみたいな。逆になんのそれは意外とね、ザカオのやりたいこととかさ夢とかみたいなのあるんだけど分かんないじゃん。どうしよう。そう謎関連とかやりたいとは思ってるけど、だろうなぐらいしか分かんない。そうだろうな明確なのが逆になんかね明確なのがないのかなって思っちゃう感じだったから。そうなんかその漠然としてる感じがある。考えたことはある。あるんです。まあ漠然とはかなりしてて、道筋が多分描けてないみたいな状態なんだろうな。まあいずれは考えなきゃいけないところももちろん分かってはいるんだけど、まあだからこそ今やれるのは編集の方だなって俺は思ってて、そういう意味では編集にかなり集中してやりたいなってところもイメージ漠然としてるっていうで、なんかの時に話したダンスのスタジオを作りたいみたいなそう話してて、多分ダンスのスタジオを作ったらやっぱ自分でその生徒たちを見たいだろうし、こうしていかなきゃいけないってなると経営のことも学ばなきゃいけないし、自分で立案とかさ企画と似てるとこだよな、そういうのを考えなきゃいけなくなるから漠然とした夢を細分化していかなきゃいけなくなるじゃん。そのうち企画を考えることは苦手なのは分かるけど頑張るしかないし、道筋みたいなのがさ描けてるのかなっていう心配は俺ちょっとあった。スタジオを作ってドーンはいじゃあ作りましたでいいのか、そこを成功させて大きくしたいのかとかさ、夢としてなるにはどうやって、ね、しっかりと背中を押してあげれるかなって考えた時にその考えがあった方が絶対いいじゃん。場所だけ借りるとかは全然さね簡単かもしれないし、そうなるとなんかね収支のお金の計算なりさしたくないじゃん。普通に誰でもお金が出てくお金入るお金みたいなの考えてさやっていかなきゃいけないしさ、そういうのもあんのかなって俺は結構思ってた。それはもう夢として応援したいけど心配だからこそ。そう今やってる俺らのことってそういうことには繋がってくるじゃん。例えば自分でアピールしないとそのスタジオは作るけど誰も来ないとかになるし、何やるにしたってね成功したくない人なんかいないし、夢を全力で応援してあげたいからこそその道筋みたいなのを一緒に話してくんないとこっちも言えないよねっていうのがあるよね。ちょっと数年前だったらね確かにちょっと言いづらいかもなみたいな時あったけど、そういう意味でねなんか YouTube を俺とかとの熱量は絶対違うとは思うんだよ、だからそれが逆に遠目の目線としてのいいスタイルではあるからさ、全員俺みたいな YouTube の熱量とかこういうことやっていきたいになっちゃうとそれはそれでなんか多分変なグループになるから、ベテラン全員揃えるかベテランいて勢いのある新人揃えてでこういうサポートができるサポート特化型がいてって方がチームとしては強いじゃん。だから多分そういう今バランスにはうちはなってくんだろうけど、俺との同じ熱量ではなくていいからこそナホとかシルクとかマサイみたいに本気で好きじゃないかもしれないって思ったらその目線は俺らとしては大事だから、その目線を持ったまま自分の夢と照らし合わせて道筋書いてほしいなっていうのは結構長らく思ってた。動画で絶対やるじゃん。それこそダンススタジオできましたってなったらね、どういう理由があってここに作るの、どういう打ち出し方する、いろいろあるだろうから YouTube 意外とそういう基礎的な能力はどっかで養われていくもんだからな。多分無意識だと思うんだけどね、企画考えてる人ってただそれが能力になっていくみたいな順番とかさ、そのスケジューリングじゃないけどこれをこの時に動画出したいからその前にこう動かなきゃいけない、こういう素材取っとかなきゃいけない、こういう準備もしとこう
そういうのあるよ。スタジオなんか特にじゃない。いきなりポツンとできても維持費だけかかるみたいな、そういう話とかも逆にあんまりしてこなかったからさ。考えてほしいからこそ考えてほしい。そう今どのぐらいのレベルのダンススタジオ作りたいなはもう当面の夢ではあるかな。ああそうなんだ。何歳までとかってなんとなくある。なんかね、逆算してどのくらいがいいの？俺はそんなにそこで生徒もと教えるとかは別に何も考えてなくて、あもう場所なんだ。今の世の中ってダンススタジオってレンタルのスタジオすげえ多くて、俺がダンス始めた時ってスタジオ全くなくてストリート、駅とかの下で練習したりとかする人が多かった。まあ今結構ダンススタジオがもう超主流になってて、練習とかできる場所が減ってきたんだろうな。レンタルの基本スタジオを経営したいな。ブレイクダンサーって結構広さがある程度必要だったりするから、まあある程度の広さと、まあ、床とかにこだわったスタジオ作れればいいなっていうのは。そこはね頭でファイリングされてるんですね。こんなところはいいなとかさ、憧れの多分場所もあっただろうし、この辺でも意外と大丈夫なのかなみたいな土地とかある程度こいつもスタジオ埋まってっから収支取れそうだなとか、まあ、そういうのはかなり漠然としてはいるけど、ところがいいなはあるんだ。集まってきてる。関節がまだって感じだね。接着ができてない。それで大体何年後ぐらい？そうだね。それは無邪気でいい。でも結局じゃあ家一軒そういうスタジオ建てるのにいくらかかるのかみたいな計算とかはしたことがないし、自分と貯金だったりいろんなことを相談しなきゃいけないところもあるから何年後なんだろうね。いつまで欲しいとか。今年30だからね、5までにはねやっぱ欲しいなって思っちゃう。あ、じゃあ5年ぐらいの。 5年だと結構する。今から動いた方がいい。もうぼちぼちって感じじゃない？まあやっぱ俺はなんかそういうのに関してもちろん動画で夢叶えましたみたいな感じでスタジオ建てましたっていう感じの動画を撮りたいっていうのは俺の中であるけど、そこまでの規模感のことを自分でやったことはまずない。まあまだ初めてなんだな。どっから始めていけばいいんだろうみたいな。まあまだ迷ってんだよな。だから言っちゃえば別に動画にしなければコツコツやろうとはできるっていうか、ある意味で。でもやっぱりこの職業だから、もちろん動画にした方がいいし発信した方がみんなも楽しいだろうから、ってなるとどんな風にやっていくんだろうみたいなところはやっぱ俺の中であるかなって。まあ踏み出せてないところがあるのも事実。そうだね。でもやりたいことではちゃんとある。やりたいことではある。それで言っていかないとやっぱり口に出したからそれでやってんだよ。おじいちゃん。いやでもそういうもんだと思うわ。やりたいこととか夢とかは口に出していくべきだし、いや案外似たようなことを考えてる例えば事務所の人とかいるかもしれないから、じゃあちょっとそれでお互いの得意なこと掛け合わせてやりましょうって言ってくれる人がいるかもしれないし、飲み会で知り合って情報交換するだけでもいいかもしれないし、でもそれ言わないと何考えてんのお前ってなっちゃうから、全部一人でやろうとするのは結構いやさすがにねむずいから、いくらなんでも話してそれでねいい人もいるだろうし、確かに収支の話が分かんないですよねって話してたらそういう人も来るだろうし、まあ気をつけた方がいいけど、そう、まあもちろん気をつけた方がいいあるけど、いやでも絶対経営の話とかもダンススタジオの経営したことある人がいて学べるとか、まあダンススタジオ以外の多分経営をしてる人がいて、そういう人はこうなんか情報に飛んでる人とかもいるだろうから、そういうのは意外とねやっぱ話さないと味方がついてくれない。やっぱこうアピールが足らないよねって話ですね。本当に一人じゃ何もできないからな。うちもそうですけどね、ソロ YouTuber と言われてる人たちも裏にめちゃくちゃ人いるから、そういうところで大事だよねっていう、内側にこう悩みとかがいろんなものをこもった状態にしすぎてるから坂尾が溜まってないかなって。そうだし、まあ周りも分からなくなっちゃうから、話すべきことじゃないことをやっぱ面白おかしく話すのも絶対いいじゃん。メンバーの中で俺とかマサイとかってどっちかっていうと感情が顔とかに出るし、それは良くないことなんだけど、あもうこいつ今調子悪いやみたいになるじゃん。まあ確かにめちゃくちゃ分かりやすい、そうけど坂尾ってなんかずっとこうわりかし体調以外は一定じゃん。ちょっとやっぱ感づきにくいというか、もしかしてそれ聞いちゃいけないことかもしれないし、本当にずっとこれかどっちかだから、内情を知らない人から見ると大丈夫かっていう人もいるかもしれない。まあいい意味でね、心配してるけどか。俺もねそういう心配してくれるコメントとかめちゃくちゃ見るけど大丈夫だよって思う。やっぱりそれ言わないとな、それは。そう言わないといけないよね。坂尾に限らずみんなね。だからさ、もう一個マイナスなことがあるとそれでスポーンってなっていく節があるから、俺これちょっとあれだからなってなっちゃうと、そこに全部こう集中して見ちゃう癖があるからな。普通にコメント見せても俺なんかちょっと言いたいことは普通にめちゃくちゃあったんだけど、そのコメント側にね、言いたいことはめちゃくちゃあったんだけど、ウインナーの動画のやつあったよ。食べられないんだったらみたいなこと言ってるけど、確かに食べれないよ、俺もそうなんだけど、食べれないかったらやっぱこう喋ったりとかそうしていく方が絶対いいや。あ、俺食べれねえなーでへこむ必要はないと思う。いや、あの動画、まあ、上がった後、俺激ヤミして、なんかそんな感じした。マジで散歩しに行ってくるわって奥さんに言って2時間ぐらい外歩き歩いてたの。食らうもんは食らうんだよね、コメントって。いや、俺自身はちゃんと楽しんでやってるんだよ。まああの時はそうだよね。もちろんそう楽しんでやってるけど、動画となったらってことだね。
な、だからそのまあ視聴者がどう思うかとかはまあいろいろ自由だから、まあ、しょうがないとは思うんだけど、なんかマサイのさ最初のサムネも違かったしな、俺の上に字が入ってて俺だけ写ってないあーサムネになっちゃってみたいなのがあったりとかしたけど、別にそう何のマサイもあってないし、あれ文字を置く場所がなかっただけだけど、なかっただけだし、そう申し訳ない。あのサムネ以外でもやるからね。俺は別にそんな何も思ってないし、マサイと俺もめちゃくちゃ仲いいし、そんな言うなよっていうのもあって激ヤミしてコメントでそのまさにそのザカオに関してみたいな言われたりとか、なんかその変なこと言われるのもすげえ嫌だ。しょうがないんだけど、この仕事してたら嫌だも言えなくなったら終わりだぜ。嫌はいいんじゃない言っても。俺らにしか分かんないこともあるけど、どうしても100は届きづらいからそれで言われちゃうこともあるけど、まあだからこそ嫌だよね。だからどうにかしていかなきゃいけないし、俺らもコメント誹謗中傷とかっていうのはここ最近いろいろなってるけど、そこも分かるわけないからこそ言っちゃうんだよって言われたら、まあそれまでなんだけど、そこの前で一回止めてほしいなってのはあるけどね。それはその食えないっていうことであーってなっちゃってんのかなって俺あの動画で思って。そうだね。いやなんかそれもあったけど、まあ、YouTubeってやっぱそういう辺もちょっと難しいラインがあるじゃん。そのまあ大人の事情じゃないけど、どうしてもそうしなきゃいけない時というか、ああまあまあまあそれはそうだね、まあ、どの業界でもあるじゃん。で俺は別に食えなくてじゃあ喋り頑張ろうって思ったんだけど、結構本当にきつくてマジできつかったんだよね。食えないなら喋れよってコメントめちゃくちゃ言われて、まあ、喋れなかったね。ごもっともだと思うの俺はそれは俺も思ったけど、まあね、あそこで動画がいなくなったらもっと心配されるし、まあまあそうだね、それはだ無理に食べて入ってしまったりしたらもうそれこそ動画にならないし、そうだね結構おーってなってただけだったからこれ今これで判明したわけじゃん、俺らも。したらそれなりの俺らもアプローチができるから、そうお互いにやっぱそこの会話がちょっと足んなかったのかもしれないね。俺がどれか分かんない瞬間があるっていうのそうなんだがあるから、そう、それがね、分かんない。俺がうまくあの時は俺もいやマジできついって言ってたと思うけど、それが本当のマジなのか、そうだね、動画的なマジきついなのかザカモだって俺の感覚ね、マジきついって全部マジきついじゃん、なんか。あーまあ確かに、だからそれはあれだね、みんなに届いてるヘナチョコキャラのやつなんだね多分ね。そうだからザカモもちょっとマジきつい三段活用してほしい。マジきつい、本当にマジきつい、ガチでマジきつい。じゃあもう沖縄好きすぎて最後の方になったらもうデージきついとかにしてそういうの作った一番辛い時もうデージって言ってそういうの欲しい今度からこれにしよう。多分ザカモのガチきつい、俺らも温度感わかんない。判断できないわ。確かにそうじゃないと俺らも引き出そうとしてちょっとどうしてもいじっちゃう形になっちゃうから。まあそうだね、そうお互い悪意ないじゃん。みたいになっちゃうそうそうそう瞬間があるそう、お互い悪意ないじゃんこれ。そうだね、そう普しよう。通にあの動画もすげえ楽しかったからね。あの動画自体はねめちゃめちゃ面白いあれはおもろいんだよ。そうこっちの雰囲気としてはめちゃくちゃ面白かったんだけど、動画としてなると本当にタコウインナーを頑張って食べてきつそうなザカオくんってなっちゃうんだよね。俺は基本的に食えなくなってきたなと思った瞬間喋りに行くから、塩梅もねザカオなら探れればいいけど、かなんかガチきついにちょっと余力持たせる。本当は50できついんだけど40ぐらいできついって言っとくみたいな。そうでその40ぐらいできついって言っといて喋りまくるんだよね、他の仕事しとくから。それもスキルだよね。素直なんだよ。そう、素直に挑戦してるがゆえの一例っていう。確かにまあのね、いろんな素直があるんだよね。もう元木も素直なんだよね。元木は素直すぎて、俺いけるよっていうのを続けすぎてあいつ疲れるんだよそうあいついやもうそこでやめときゃいいのにっていう時がたまにあるんだよな。最近でもそれ言ってくれたんだそう言ってくれたの、そう元木が俺らに。あいつ限界が自分でわからないんだよね。そういう素直とかもあるからね。そうそうそうでザカオはダメな時はダメってなる、うちにこもる素直さみたいなね、そんなに真面目に捉えなくてもってなっちゃうんだけど、こう行き過ぎちゃう素直さでブチ切れる素直さが3素直だと思いますよ、あなたたち3人本当に人って感じする。元木に関してはなんか昔アンドロイドって言われてたじゃん。いやここ最近思うもんね、こいつ人だな。よかった、いいことなんだよ。いいこといいことだ。本当にいいことなんだけど、職業的に人ならざるものにならなきゃいけない瞬間はあるじゃん。そう正直俺らはもう肩ぐらいまで使っちゃってる人とかもいるわけだからだから親近感がちょっとお前薄れてきたなってたまに言われるけどだから俺どっぷり使ってんの、でこういうやつは全員こうなるとそれはそれで怖いのよ。どっぷりのやつ、釜茹で状態のやつとちゃんと腰まで使ってしっかりと血行促進してるやつと俺はか、そう半身浴ぐうらい。ん、熱湯に入ってすぐに冷水に入るを繰り返すやつとか、そうまさにまさにね熱しやすくて冷めやすいみたいなとこあるじゃん。そう調子がボガーンってよくていきなり急にやっぱいけたわ、どうそうで慣れたいから、まあこういう人がいていいんだけどねバランス的に。だからこそその3素直が逆に最近俺目立ってるなって感じだからこそもっとこうコミュニケーションじゃないけどアピールはしてってほしいなっていうね。やっぱチームとして仲間としてやるためにはお互い歩み寄らないといけない。そうそうそうということで、じゃあ第2回ザカオの好きな色クイズ。これ簡単ですよ。本当か？いや、メンバーカラーなし、黒なし。
むず。いやこれ別に俺じゃなくてもむずくない？いやでもあ、俺いける。ある程度選択肢は絞られてるわけ。さっきの寿司よりは。せーの。茶色。あ、やっば。全部違うな今。3人とも違うのか？何？黄色。茶色。赤。赤です。聞いたわ。おめでとうごいやでもざいます。黄色は2位に入ってる。あ、だよね。あー茶色はランキング外だね。めちゃめちゃ外した。俺魚に詳しくねえわ。お前一緒にダンスやってたじゃん。ごめんな。いやでも嫌いなわけじゃないけどね。赤タンクトップ着てるイメージあるもん。結構派手めなんだよ。そうだね。ちょっとずつこう、ザカオが解剖できてきたな。はいはい、どうした？お兄ちゃんしてるな。妹から電話来たよ。あいつ本当に兄弟仲いいよ仲いいね。あとまあ普通に地元の友達とかも昨日会ってたって言ってたから。まあ地元だからな。最近この間会ったじゃんって言ったら、いや2年ぶりだよって言われて。マジそんぐらい合わないんだ。な。まあでも俺も地元のメンツ合わない。全く別のダンスだったんだよね。うん何友達が多いの？野球？競馬？どれ？野球かな。野球なんだ。競馬はなんかちょっと年上の人が多いから友達というより確かに確かに。仲間とか。確かに。ダンスか。ダンス一番は。ちなみにこの間どっちが嫌なの？怖いとこか高いとこ。おお、確かに同じぐらいだと思っちゃそうう。苦手なことって多分上げ始めたらきりないぐらいあるじゃん。まあそうだね。苦手なことを10個上げてったら上げれる？ 10個か。ちょっとでももう大の苦手からちょっとの苦手でもいいから。勉強は？あでも勉強は好きなんだよ最近。というより自分が勉強意外と好きなんだなってことに気づいてるから。勉強？あ、苦手な人だ。何の勉強？苦手なもの10個今すぐ上げれるかって話。あ10個は意外と出てこないのかもしれない。でも高いところって言ってもさ、それで振り分けられるじゃん。ジェットコースターとかいろいろ分けちゃうと10個もちろんできちゃうだろうけど。こんな人苦手とかでもいい。なるほどね。それちょっと面白いじゃん。ちょっと面白い。俺初見でボディタッチしてくる人無理なんだけど、そんな感じ。あ俺もなんかやたら分析してくるやつは無理。やたら分析してくるやつ。意外とさ、そういう意味で言ったらちょっと女性脳に近いのかもね。今こうしたいからこうするのっていう方のが多分強いでしょ。好き。そういう意味では女性への理解度高いよな。確かに。そういうとこであんま揉めなそう。それめちゃめちゃいいと思うよ。ちなみに俺結構分析するタイプだから大丈夫。それをさ、なんか近ければいいんじゃない？だからふいって感じで出してくる人いるじゃん。必要なのよ分析は。確かに。けどまあね。分析こそ全てですみたいな。ああ、そういうことちょっとしんどい。あ、そう。熱くなった時に話が止まんねえ人とかね。俺やないか。俺やない。2個俺やないか。お前らよく俺と付き合えるな。おい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 。こいつらよく俺と付き合えるな。アクがないからまだ。まだ旨味だから。2つとも俺やぞ。それがアクになったらちょっとしんどい。ああ、そうかそうか。そう確かに悪になんないね今日。そういうことそういうこと。仲良くなりたいとかそういう意思は感じるんだけど、絶妙な距離感の人っているじゃん。まあしょうがないとは思うけど。全部が営業トークみたいな人ってこと？あ、そう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 。あこっちはもうめちゃくちゃオープンで仲良くしようぜみたいな感じなのに、いつまでたってもずっとなんか距離感じるみたいな。ああ。これ絶対 P してね。とかそういうタイプ。あの人めっちゃ心の壁まない。あ確かに。ある。奥底が見えない人がちょっと怖いんだ。でもめっちゃ来るじゃんみたいな。ああ、確かに。仲良くなりたいのどっちなのってなるそうそうそう人がちょっと怖いんだ。で俺すごいめちゃくちゃ楽なんよ。まあ1回目なんか探りあるってもいいけど、もう2,3回があったら、もうこういう人だからこの人は大丈夫だみたいな、あってもいいじゃん。そういう人がちょっとだけ苦手。仲間なんか人のこと悪用しようと思わない。まあそうだね。自分で言うのなんだけど絶対大丈夫だろうって自分思っちゃう。そういうタイプじゃない。なのに警戒されるのが嫌だってこと。あ、そう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 。なるほどな。こっちがもうさ全部開ききってるからさ、もうどうすればいいか分かんないじゃん。もう開くもんがないんだよ。そうそうそう。全部見えちゃってるから。確かに確かに。それであっちからも来てるから、もうどうしようもないじゃん。じゃあ仲良くなればいいじゃないっていうことなんだよね。そうみたいな人がちょっと苦手。なるほど心見せてよってことなんだね。そうそうそう。陽気だね。そういう意味で言ったら。怖いところ、距離感のよくわかんない人。そうまだいっぱいある。嫌いな食べ物何？ランキング1位。この食い物だけは無理。あーピーマン。ピーマン。ピーマン。いやでも第一位になるとな、いつか出会うかもね。いやいや、そんなことしない。なるとね。いや一番不利だよそれが。いやでもなんかこのシルクとも喋ってたけど、俺の嫌いなやつのランキングやっぱ1位はダントツで高い。ジェットコースターとかそういう系、はいはい。本当に無理なんだけど、うん全部嫌いなものを全部 NG にしたくない自分。はいはいはい。こういう撮影とか。なんかこう、話題にできるところはしていきたいみたいな。プライベートで
ピーマンは絶対食わんけど、うん食い物の嫌いなものを動画でチャレンジすることとかは別にそんなにいいやと思うライン。ギリギリまあ断る姿がしかもねだからおもろいんだよな。そう高いとこ行ってテンパって「おぎやはぎ」とか言わないでしょ。無理出ねえよ。それがねいいとこなんだよね。そう本能レベル超面白いよね。いや俺も分かってはいるんだけどね。だから両方の気持ちは分かる。みんなの言ってほしいって気持ちとすげえ分かるし、実際別にそれを自分で見ておもろこいつって思うから、そうだねその気持ちは映像になるとな。あるんだけどね。今4つで意外とないのか。いやあるだろうな。嫌いな服装は嫌いな服装、スーツ。あでもスーツ結構好き。なんか自分がしない格好だからこそ好き。俺アパレルやってたから結構絶対的なファッションは好きなんだけど、うんあれはもう多分今の服装が一番遠いと思うんだけど「大丈夫か?」みたいなテディベアの服とかあるじゃん。あなんかもうすごい傷負ってるテディベアみたいななんかたまにあるじゃん。そういうなんかちょっと線細身の人が着るゆるふわっとしたタイプのなんかトレーナーとかああはいはいはい、ああでもまあそういうのは真っ黒スキニージーンズとかはああ昔そっちだったけど俺好きじゃないわ今は。そう考えてみるとそうだよね。あと俺最近の嫌いなもの1個あったわ。何俺ら絶対知らない。絶対知らない。何それえまあブレイクダンスやってる人を、まあ、b ボーイ b ボーイって言うんだけど、こういう系の服装をやってる人たちが TikTok とかで結構紹介とかで上げたりとかしてるのくれてるのはすげえ嬉しい。確かにねめちゃくちゃ嬉しいんだけど広めてくれてるのは、ただその人たちにタグに b ボーイ入れるのが俺はすごいは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 い。あ届けるがゆえのハッシュタグね。タイトルにするためのやつなんだよな b ボーイな。ブレイクダンスを踊る人のことを b ボーイというのがちゃんとあるから B 系の男じゃない。 B 系ファッションの男はなんていうの？ヒップホップファッションでいいじゃんみたいな。b ボーイとヒップホップファッション違う、意味合いが違ってくる。でそいつがブレイクダンスやってればいいんだけど、定義としてちょっと違うなっていうことだよ。 TikTok でハッシュタグ b ボーイ調べちゃおう。だからそっちだと多分ダンスの方が多分人口以外いっぱい出てくるんだけど、 b ボーイファッションで調べちゃうよ。 b ボーイになるためのファッション3選とか出てきたら何をってなる。それはもうヒップホップファッションやろってなる。 b ボーイが着てそうなファッションだったら大丈夫。あまあそれならいい。そうだよね。それならいいと思うけど、そいつら本当にディスでしかないんだけどさあなんか嫌なんだよね。その歴史をちゃんと語りながらこの服はこういう歴史があってこれとこれは混ぜちゃいけませんよとか、はいはいはいちゃんとヒップホップのカルチャーを理解して喋ってるからこそ、なぜそのヒップホップカルチャー分かってんのにお前自分の名前に b ボーイつけてるの定義があるからそうそれを理解してそこまで勉強してたら絶対その定義が違うこと分かってるのに、なんで b ボーイって自分のこと言っちゃうんだろうみたいな。ああ確かに b ボーイブレイクダンス踊ってるのかいってことだ。あそうそうそう。あでもちゃんとやっぱ伸びてる人はちゃんとハッシュタグヒップホップファッションまでついてる人もいるね。あまあでももちろん伸ばすために伸ばすために必要だし、だからユーザーネームとしてもちろん必要だと思うから、それはそれでそうだと思うこともあるけど、そうだね。俺がちょっと嫌いなだけ。ああれ自体わかるわかるわかる。その人が嫌いなんで。理由はわかるけどそうする理由はわかるんだけどそうちょっと俺からすると違うってやつね。そうこれは多分全ブレイクダンスを踊ってる人は多分思うと思今もう大歓喜してる可能性あるよ。よく言ったぞ b ボーイ坂尾って5個ぐらいで言うから。大丈夫、俺たちのこと本当は嫌いとかじゃない。う。いやそれはないよ。お前いいやつだ。何を見させられてるんだ。なんだけど俺は本当に無理ってなったら多分せっかく分かると思うけど多分やめてるよ。ああまあそれはそうか。ザカさんの嫌いな家事は嫌いな家事、家のことね。アイロンがけとかする？オイロンゴケ別にできる。やってるって言ったら多分怒られるからこれやってないからさ。そうさ、やってないことちょっとでもやってる風に言うとさ、確かにね。そうまあまあわかる確かにね。言われるから虚偽申告はダメよ。確かに1回のやってるはやったうちに入らない可能性があるからね。そでも嫌いな家事はないかも。う偉い。ま俺結構そのトイレ掃除とか、うん排水溝の掃除とか頼まれて別に嫌だと思ったことないから、俺の考える中の家事だと別にちょっと俺の部屋片付けに来てる一緒に。それは話は別だ。それは家事というか家から飛び出したんだよ。別だ。めんどくさいと嫌だなって別じゃん。日によってあるよ。似てるとこはあるだろうけど、掃除もね毎日できるかって言ったらそうじゃない。うん奥さんの好きなとこは？俺がふざけたことを家でよくやってるんよ。でそれを本当は頭の中でなんか笑ってんのにしけた目でこっちを見るのやり取りがすごい楽しいから、そういうそういうことね。白濃い顔すんだ。ふざけたことをできるのが好き。ちょっと再現してみよう。普段だって俺ら知らないじゃん、雑貨が家でどんな風にちょっとそうだね見てみたいから。ここドアが俺奥さんね。はい。ドアだとしてカラコロかなんて。ガチャンってやばいやばい基礎で見てます。ごめん。基礎
田選手じゃねえんだからコントの入りみたいな。ガチャって入ってブリンボンボンブリンボンボンブリンボンボンボンブリンボンボンブリンボ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 ン多いな。あただいまみたいな感じを俺よくやるんよ。おい、フィッシャーズでもやれよ。しょっちゅう家でそんな感じそうなの？そんなふざけ方すんのお前。変な踊りとかよくするんよ。平和だな。女性もたまにあるらしいんだけどさ、ボケたことに対して100突っ込まなくていいみたいな。ちょっとスルーされるぐらいでいいんだよねみたいな。多分そういう感覚なんだよ。多分ね。そのスルーするっていうツッコミみたいな。そう独特な空気感の会話がコミュニケーションがね、それが好きなんだ。そうとろけんなよ。いやお前が聞いてきたんだよ。それで言うとこれで結構坂尾のことは知れたんじゃない？だいぶ知れたよ。結構いろんなすごい情報が出てる。そうだよ。だって多分まだ隠し持ってるぜきっと。終わったこともあるだろう多分ね。それだけ話して終わる。確かに。もう終わったことだからさ、これはすごかったなって話。それで終わればいい。俺の人生の中ではすごいみんなからしたら大したことないかもしれないけど、いやそんないいよ、謙遜なんかいらないよ。思い出としても大事なあれなんだけど、さっき言ったヘッドスピンマスターズ以外に2つチームダンスのチームがあって、何周年記念みたいなアニバーサリーを両方ともイベントを打って、ちゃんとイベント成功したっていうのが俺の中で。今お前3チーム入ってるの？知らねえよ。言えや。なんなんだよマジで。ヘッドスピンマスターズだけじゃねえの？他は？カマシックフロアってチームと HWC ってチームがあって、HWC は13周年。フィッシャーズ抜かれそうだったじゃん。危ないな。フィッシャーズで長い。14だよな。危ねえ。なんとかセーフ。朝練習行ったことある。チャリでこいで埼玉こ行ったじゃん。あれか。そこまだ毎週練習続いてるよ。マジ？行ったことある？ある。まさに入ってたかもしれないんだ。俺もだからそこに入ってるかもしれないな。カマシックフロアは8周年。長えな。長っ。同い年世代が多いから、なんか自分たちももうすぐダンスとかできなくなっちゃうかもしれないし、それぞれ道行くかもしれないから、記念にアニバーサリーイベントを開こう、でお互い開いてちゃんとイベントも成功したっていうのは、自分の中では大きいイベントだったなって。なんかさ、一回俺らで見に行ったことあったじゃん、どっかに。あれ何？あれは俺が入ってたサークルの文化祭みたいな。あれはチーム何？あれはね、アクエリアスってサークル。全然違う。いっぱい入ってると違う。でもあれサークルだから。サークル。そうね。それはさ、チームとサークルは違う。違う。はい、ということで坂尾くんのお前なんなんという動画でございました。少し分かってくれたかもしれない。そうだね。ちょっとずつ分かってったね。これからなんかそれこそいろんな話をね、坂尾からもする時もあるだろうから、結婚の時みたいな感じさ、そうだね。あるだろうから、そういうのでね、こういう動画は必要かなと思って。まあ確かに。やっぱうちのメンバーも一人一人輝くべきではあると思ってます。強いからね。もっとこうね、輝きを増させるためにも磨いとくっていう。まあだいぶね、攻撃的なタイトルかもしれませんけど。確かに。はい、仲間内で話してるだけなんで、お前なんなんっていう。久しぶりにこういうちょっと長めの。ちょっとこういう話みたいな、そうだね、動画に出したくて、まあ俺ザコだけじゃなく、もしかしたら元木とかね、ダーマにもやっぱ素直な人間3人にまず聞いて、普通にでも聞いてみたいね。俺とかさ、マサイとかまず一旦もういいやん。まあ分かる。みんなだいぶ分かってるだろうから、さすがになんかの時にやるかもしれないけど、いろいろ聞いてみたいね。ダーマの家にいる時とか見てみてよ。見たいね。ダーマのセカンダイ見るけど化石だもんね。部屋の明かりあれどうなってんの？俺新しいカメラ撮ってるはずなんだよな。カメラがね、背景に勝てないんだよ。あれみたいな。あいつの部屋で一番明るいのタペストリーだから。そう。ラブライブ。まあちょっとね、また他のメンバーも掘ってみようかなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで坂尾くんアピールはしていきましょよろしくな声出せ、声出せ。よろしくなう。表情硬い、表情。よろしくな怖い。ちょうどよかったのかもしれない。動画見てくれてありがとう。セカンダリ X インスタグラム他にも動画もいろいろあるぜ。チャンネル登録よろしく。せーの、あゆー。